ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さてマリサ。今日は CODS について教えてくれるのよね。もちろんそのつもりだぜ。でも CODS って何だったか私忘れちゃったわ。では前回のおさらいから始めよう。まず CODS は、チェンジオブダイレクションスキルの略称で、直訳すると方向転換の能力なんだが、論文では移動方向を減速、逆転、または変更して加速する能力と定義されているぜ。前回の動画の肉体的要因のことね。覚えているんかい？まあ今回の動画を初めて見る人のためにも、ね。解説者の鏡。それで今日は CODS の何について解説してくれるのかしら？今日はこの内容について話すぜ。あら、今回はシンプルね。今回は一つ一つの研究論文がかなりの長文だったんだぜ。それでは今回も研究論文を紹介するぜ。まずレ夢ム、CODS に必要な能力は何だと思う？そうね。肉体的な能力だからやっぱり筋肉とかスピードかしら？この研究の目的は、そこを明らかにすることだぜ。まず実験参加者は、スポーツ経験のある男女38人が参加したぜ。そして全ての参加者の速度、敏捷性、筋肉の強度と反応速度について計測したぜ。そしてスピードと俊敏性の計測方法なんだが、レ夢ムに覚えてほしいことがあるんだ。それは何なの？まずスピードの測定方法なんだが、今回は25メートル走のタイムを計測したんだ。その時計測するタイムは、0から5メートル、0から20メートル、20から25メートルとトータルタイムの4つを計測したんだぜ。どうして分けて計測する必要があるの？これは0から5メートルは加速速度、0から20メートルは短距離速度、20から25メートルは最高速度を計測するためなんだ。なるほどね。単なるスプリントでもいくつかの段階に分かれているのね。そしてもう一つレ夢ムに覚えてほしいのが、505テストなんだ。505テスト？これは俊敏性を測定するためによく用いられるテストで、言葉だけだと分かりづらいから実際の動画を見てくれだぜ。なるほどね。つまり途中で180度のターンをすることで、足の速さだけではなく、敏捷性も計測しているのね。その通りだぜ。そして筋力は少し説明を簡略化するんだが、レッグプレスマシンを使用して、その結果を参加者の体重で正規化したぜ。どうして体重で正規化する必要があるの？今回の研究では男女の参加者がいるし、人それぞれの筋肉量も違うから、個人差によって結果が左右されないようにするためだぜ。なるほどね。そして筋肉の反応速度は、カウンタームーブメントジャンプと30センチからのドロップジャンプで計測したぜ。解説お願いできるかしらマリサ？もちろんだぜ。まずドロップジャンプを見てみよう。これで何がわかるの？まずこれはボックスから降りてジャンプするテストなんだが、1、地面に着地してからジャンプするまでの時間。2、ジャンプした時の高さを測定することで、筋肉の反応性を計測しているんだぜ。そしたらカウンタームーブメントジャンプは何なの？これも動画を見てくれだぜ。つまり反動をつけて飛ぶジャンプのことをカウンタームーブメントジャンプというのね。ああ、ただしての反動を使うことは禁止だぜ。そして今回はジャンプの高さだけを計測したんだが、実験によっては足が地面に伝える力を計測する時もあるぜ。科学の力ってすげえ。そしてまず計測した項目の積率相関量がこれだぜ。ちょっと文字が小さすぎて目がチカチカするわ。そうだな。では要点だけ話すと、まず今回計測した項目は、ほとんど敏捷性と相関があったんだ。ただし唯一、ドロップジャンプとの相関だけが認められなかったんだ。確かドロップジャンプは、ジャンプの高さ割る地面の設置時間、つまり短時間の踏切で高い筋出力が出せるかという数値なんだが、この数値と敏捷性は無関係という結果になったぜ。ちょっとそれは意外な結果ね。そして敏捷性に与える影響の決定係数がこれだぜ。今回は決定係数が 0.3 以上のものにだけ注目するぜ。その前に日本語にしてくれるマリサ？了解だぜ。
まずわからない単語がたくさんあるんだけど説明してもらっていい？まず最大速度というのは最初に話した20から25メートルの間の速度だぜ。そして変身、動心、屈筋、心筋について解説するぜ。まず変身、動心というのは、以前にも少し触れたんだが、例えばダンベルを持ち上げるとき、筋肉を収縮させながら行う運動を動心運動、筋肉を伸ばしながら行う運動を変身運動と呼ぶんだ。なるほどね。そして今回は筋力測定にレッグプレスを使用したんだが、レッグプレスを足で押している時を心筋、足で戻している時を屈筋と呼んでいるんだぜ。ただこれは英語を直訳しただけだから、もうちょっとわかりやすい日本語があるとは思うがな。なるほどね。よくわかったわ。そしてこの表では、筋肉を伸ばしながら膝を曲げている時のパワーが、正規化前が0.392、正規化後が0.350。筋肉を収縮しながら膝を伸ばしている時のパワーが0.323。筋肉を収縮しながら膝を曲げている時のパワーが、正規化前は0.301で正規化後は0.314の決定係数があったのね。その通りだぜ。でもマリサ、レッグプレスだけでそこまで細かく測定できるものなの？実は話していなかったんだが、レッグプレス時に参加者には動力計を装着して運動してもらっていたんだ。なるほどね。そして著者はジグザグ走を常に参加者が進行方向を向いている線形運動、505テストは体を180度回転させて、再加速を行う方向転換運動と呼んでいるぜ。なるほどね。そして今回の結果から、筋力では変身膝屈筋が最も敏捷性に影響を与えていると分かったぜ。それなんだけどマリサ、筋肉を伸ばしながら膝を曲げる時に使われる筋肉って具体的にどの部分なの？筋肉を伸ばしている時に、筋力が使われていないというのがそもそも間違いなんだ。筋肉は収縮している筋肉と伸びている筋肉の2つで重いものを持ち上げたり、ブレーキをかけたりしているんだ。そうだったのね。そして著者は論文の中で、505テストのような180度ターンには、ブレーキをかける変身大腿四頭筋と、膝を制御する変身内転筋が重要だと話しているぜ。膝の制御とブレーキ力が重要なのね。そして今回の研究は、実は過去の論文と矛盾しているんだ。そうなの？ああ、過去の論文では敏捷性と最大速度に相関が認められる研究が多かったんだがほとんどがジグザグ走で敏捷性を計測していたんだ。つまりコースの角度によっても必要な能力が変わってくるのね。そうなんだ。そして別の研究論文では、方向転換の角度によって必要な筋肉が変わるとも提言されているぜ。具体的にはどう変わるの？この研究では505テストのような180度ターンは検証されず、線形運動の角度を変えた研究だったんだが、旋回動作が大きくなるほど、横方向への押し出しに使われる足の外側の筋肉が強い影響力が発揮されると提言しているぜ。そうなのね。というわけで今回の論文をまとめるぜ。状況にもよるだろうけど必要な要因が分かってよかったわ。それはそうなんだが、では攻撃側と防御側で敏捷性は変わると思うかレ夢ム？ちょっと言っている意味がわからないわマリサ。次の研究はそんな役割と敏捷性の関係性を調べた研究だぜ。次の研究は攻撃側と守備側に分かれて CODS とその他の要因との関係性を調べた研究だぜ。攻撃側と守備側っていうのはどういう意味なの？まずこのようなフィールドで攻撃側と守備側に分かれて、研究を行ったぜ。そして今回の研究参加者は、全員がオーストラリアンラグビーの選手だったんだが、攻撃側の選手は相手に触られずにエンドラインまで行くこと、守備側の選手は相手に両腕でタックルするように指示されたぜ。つまり狭いフィールドで1対1のラグビーをやったのね。そして敏捷性を計測するために攻撃側、守備側にポイント制を設けたぜ。どんなルールなの？まず攻撃側にはこのようなルールが与えられたぜ。よくわからないけど自分で相手に触れても得点になるのね。ただあくまで攻撃側の目的はエンドラインに到達することだから、鬼ごっこのような展開にはならなかったぜ。そして守備側のルールはこれだぜ。守備側は随分と不利なのね。まあ片手で相手に触れても止められなければ守備は失敗だからな。そして各選手は攻撃と防御を10回ずつ行ったぜ。最終的に30点ごとに2点がスコアとして記録され、CODS のスコアとして計測されたぜ。ちなみにこれは前回のオープンスキルテストなのよね？その通りだぜ。だからこのテストは CODS を計測するものではなく、敏捷性を計測するテストだと思ってくれ。なるほどね。それで、敏捷性はどうやって計測したの？これはオーストラリアンフットボールで実際に使われている CODS テストが使用されたぜ。どういうテストなの？ジグザグ走に近いんだが、まあこれも実際の様子を見てくれ。よくわかったわ。
そしてさっきの研究でも出たドロップジャンプと対角バウンドテストが行われたぜ。対角バウンドテスト？これは図を見ればわかりやすいんだが、図のようにサイドステップでゴールを目指す計測方法だぜ。これは何を目的としているの？このテストは両足ではなく、片足だけで自分の体の方向性を変える力を測定したものだぜ。そしてこのテストの項目を結果の表ではダイアゴナルバウンド、ドロップジャンプのテストの結果を RSI と表記されていることに注意してくれだぜ。わかったわ。じゃあ相関の結果を見せてマリサ。了解だぜ。まずダイアゴナルバウンドは、足の長さとしか相関がなかったぜ。つまり敏捷性とは相関が認められなかったのね。そしてドロップジャンプで測定した RSI と CODS には、マイナス 0.534 の負の相関が見られたぜ。つまりドロップジャンプの結果がいいほど CODS の能力が低いってこと？逆だぜレイム。RSI はジャンプの高さ割る地面の接地時間だから、地面の接地時間が短く、滞空時間が長いほど RSI は大きくなるんだ。つまり RSI が大きいほど、CODS のタイムが短いということね。その通りだぜ。そして肝心の攻撃側と守備側の敏捷性なんだが、まず2つのポジションの敏捷性には相関が認められたぜ。しかし、攻撃側の敏捷性は RSI と CODS の相関が認められたのに対して、守備側の敏捷性にはどちらも優位な相関が認められなかったんだぜ。つまり全く関係がないってこと？正確には守備の敏捷性と RSI の優位確率は 0.55 と優位傾向は認められたんだが、CODS に関しては関係性が認められなかったんだ。優位傾向？つまり 5% 水準では相関はなかったんだが、10% 水準では相関があったという意味だぜ。全くの無関係ってわけではなかったわけね。ただそれでも攻撃側の敏捷性との優位水準にはどちらも大きな差があったことは事実だぜ。そして決定係数を出すとこうなるぜ。やっぱり攻撃の敏捷性に RSI は大きな影響力を与えているのね。でもなんで攻撃と守備でこんなに結果が変わってしまったのかしら？これについて著者はこのように言っているぜ。まあ確かに狭いコートで相手を抜くというテストでは、攻撃側が有利よね。というわけで今回のまとめはこうなるぜ。つまり攻撃には肉体的要因、守備側には知覚的要因が重要なのね。あくまで可能性だがな。ただ敏捷性や CODS は多くの研究があるから、また取り上げる予定だぜ。それでは今回も、ご視聴ありがとうございました。